どうも、ケイスケです。データってもう日々溜まっていきますよね。僕も年に海外旅行多分3、4回、もうちょい行ってるかな、5、6回行ってるんですけども、その度にやっぱ Vlog を作りたい、最高の思い出動画を作りたいぞということで、いろんな動画撮ってるともうあれよあれよとデータ溜まっていっちゃうんです。で、今回もAmazon でね、ちょうどセールやってたんで、買っちゃいました。 SSD でカメラやってるとやっぱぶち当たるんですよ、このデータ管理の問題。今回は僕がやってるデータ管理の方法、特に動画はどうやってるかっていうのをご紹介していきたいと思います。何使ってるか、なんでこれを使ってるかとか、あとはどういうフローでどういう基準で動画を削除したりとかね、アーカイブしたりしてるのかっていうのも含めてご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。早速いってみましょう。はい、ということで今回は僕のデータ管理方法、特に動画ですね。写真に関しても後でちらっと触れられればなと思ってはいるんですけども、写真に関しては割とデータ容量がねそんなに大きいわけでもないので、SSD ないし紹介するハードディスクでことは足りるかなと思っております。でも動画に関して言うと話はやっぱ別で、僕大体1週間ぐらい海外に旅行行った時のデータ量って、500GB から 1TB ぐらいするんですよね。 SD カード3、4枚使っちゃうぐらいのデータ量になるんで、それデータ管理どうやってんのと気になると思います。で、僕のデータ管理方法なんですけども、まずは SD カードですね。カメラで SD カードに保存します。僕はだいたいこのプログレードのメーカーの SD カードを常に使っています。で、256GB ぐらいを常に挿して、埋まったら、次の SD カード挿してっていう感じで、4、5枚ぐらいを回して使っています。で、容量がパンパンになったらだいたいホテルに戻って SSD に入れます。で SSD には直近のデータだったりとか作業する用のデータっていうのを入れて、である程度 SSD で使ってもうしばらく使わないかもな、一旦今後使うことはあれど直近で使うことはないと思ったデータに関しては HDD ハードディスクの方に移しています。っていう感じのフローで、動画に関してはあんまりクラウドとかを使ってないですね。で、そもそもこの SSD と HDD 何が違うのかって話で言うと、もう簡単に言うと SSD の方がコンパクト、持ち運びやすくて速度も速いなんですけども、ちょっと値段が高い。ここがね SSD の特徴になっています。でそれに対してハードディスクっていうのはちょっと大きめで、かつデータ転送の速度っていうのもそこまで速くないなんだけども、値段的には SSD よりも安いものが多いと。これ一般的な話ですね。そういう形になっています。なのでそれはもちろん無限にお金を持ってるんであれば SSD を僕はねずっと何個も買い続けるかもしれないんですけども、値段的にはちょっとね SSD の方がコストがかかってしまうので HDD の方でデータのバックアップというか、直近使わないデータっていうのをこっちに入れておくというような形にしています。で、使ってる SSD とその運用ルールみたいなところね、ちょっとご紹介しておくと、この SSD 僕はもう3ディスクのものを使っています。いろんなね SSD 使ってきたんですよ。今までもサンイーストの SSD とか、あとはサムスンの SSD とか他のメーカーの SSD も使ったんですけども、今のところこの3ディスクの SSD が一番安定感あります。でね、見ていただければ分かるんですけども、このねポーチの中に、これも一部ですよ。よいしょ、はいてんと、こんな感じで、1、2、3、4、5、6、常にね6個ぐらい SSD を持ち運んでたりします。本当はもっと整理した方がいいんだけども、整理がちょっと追いつかなくて SSD をこんなに持っちゃってるという感じで、今回は新しく 4TB のものが Amazon 感謝祭でねセールになったんで買っちゃいました。でこの3ディスクの SSD、 さっきも言った通り高速な転送ができるというものになっているので、ここの中に編集データを入れたまま編集ができるんですよ。例えば普通ね動画編集をする、僕みたいに普段から YouTube を撮るとか、あとは Vlog を撮る、Vlog を編集するっていう風になった時に、そのデータっていうのを大体MacBook とかにボンと入れて、このローカルで作業しようとするじゃないですか。それだけじゃなくて、もう SSD に直接入れておけばこのまま編集中にアクセスできる。でこのデータを保存しているデバイスの速度が遅いと、その編集っていうのがサクサク進まないんですよ。なのでそれはねハードディスクじゃちょっとうまくいかないんですよね。ということで、進行中のやつとか編集中のやつとか、あとは未来もう直近で編集するよってやつはもう SSD で基本的には管理しています。あと僕が残しているので言うと、やっぱ YouTube をね普段から撮影して編集してっていう風にやってるので、そのレンズの作例とかでどうしてもそのね Vlog の素材を引っ張ってこなきゃいけないシーンっていうのがあるんですよね。そういうものも SSD に入れて管理しています。で今ねちょっとナンバリング取れちゃってるんですけども、本当はマスキングテープとかでこうやって4番5番とかこういう風に数字を書いて管理しています。
でもう直近編集しないよとなったものに関してはこっちの HDD の方に移すという感じです。でちなみに余談なんですけども、SSD を調べてると、大体速度が書いてあって、1080MB/s とか、大体 SSD でこの数字速度っていうのが書いてあると思うんですけども、これって SSD の MAX の速度をこう表してるんですよ。で他の SSD を見るとサンディスクと同じ速度でちょっと安いものとかもあったりするんですけども、僕の経験上はやっぱサンディスクが大体こう速度一定に保ってくれるんですよね。他のちょっと安い SSD とか使うとちょっと速度のブレがあって、なんか MAX 普通にデータ容量がそんなにパンパンじゃない時は速度速いんだけど、なんかデータ容量が埋まっていくと速度が落ちたりとか、そういうことが起こったりするんで、僕は安定感のあるサンディスクをいつも使っています。でサンディスクの SSD を選ぶときにも、動画編集中のデータを入れる場合にはこのね穴が開いたタイプのものをおすすめしてます。もう一個ね、ここにこう紐がついたみたいなねちょっと速度の遅いバージョンがあるんですけども、そっちだと写真編集するとかなんかデータをね仮で保存しとくっていう時には全然 OK なんですけども、動画編集をする時にはちょっとねつまずいたりもするんで、 SSD にデータを入れながら動画編集するっていう人はこっちのね穴が開いてるタイプのものをおすすめします。で次 HDD の方ですね。こっちに移すデータのルールなんですけども、さっきも言った通りある程度直近ではもう使わないデータ、もう編集終わったよってデータに関してはこっちのね HDD の方に移すようにしています。あとはなんとなく残しておきたい動画完成データとかね、そういうのも移してます。で僕はですねこのラッシーっていうメーカーのポータブル HDD を持ってるんですけども、一番値段を安く済ませるんであればこう差し込むタイプの 2.5 インチベイの HDD が一番コスパはいいです。一般的にはそういうものの方が値段が安いんだけども、僕はねこう1年間オーストラリアに行ったりとか、なんか HDD 自体を海外に持っていくっていうシーンもたまにあるんですよ。なのでそういった時、長期の旅行でも持ち運べるっていうのを考えてこのねラッシーの HDD を持ってってます。これで 5TB ぐらいかな。さっきも言ったんですけども、一般的にはやっぱね SSD よりも HDD の方が値段が安い。でポータブル HDD よりもこうガシャッと差し込む 2.5 インチベイ、家に基本的には据え置き型の HDD っていう方が安くあることが多いので、もう家に据え置きでいいよって人はそっちの方がおすすめかな。僕みたいに持ち運びたいって人はこっちのねポータブルの HDD をおすすめします。はい、で僕のね動画データ管理はもう本当にこんな感じ。他にも NAS っていう家にこう据え置きのクラウドストレージみたいなのを作っちゃうとか、あとは本当に外部サービスのクラウドのストレージを使っちゃうとかっていう方法もあるんですけども、動画データの場合ってやっぱクラウドを経由するとちょっとデータのやり取りが面倒なんですよ。最近はクラウドでも HDD と同じぐらい速度が出るものもあるかもしれないんですけども、基本的にはクラウドと、物理的な HDD 比べた時にこっちの方が早くはあるので、なんかであれば結局運用は HDD の方が楽だなと思って最終のねこうデータ置き場としてこっちを選んでいます。さっきもちらっと話したんですけども、本当はお金があればめちゃめちゃお金があれば SSD を無限に買い足すかもしれないんですけども、SSDって基本壊れることはないんですけども、万が一壊れたとか静電気でなんか電気走っちゃったっていう場合にデータ全部吹っ飛ぶんですよ。でそれが HDD の場合はもう直接書き込んでいるので、復活しやすいっていう点もあるので、やっぱバックアップには向いてるなっていうふうに思います。そういう理由もあって今の方法でね僕は管理をしているので、1個の参考にしていただければと思います。ケイスケの動画はい、でここまで動画データの話をしてきたんで、サクッと写真データについてどうしてるのかっていう話をねしたいと思うんですけども、写真データに関しては基本はパソコンのローカルとクラウドを使ってます。こっちはクラウドっていうね、カメラで撮った写真っていうのを僕の場合は Adobe の Lightroom 写真編集ソフトを経由してパソコンにそこでセレクトして写しています。で写真のデータってそんなに重たくはないんで、基本的にはパソコンのローカルで全然管理できるぐらいだと思うんですけども、それでも容量がパンパンになっちゃうって時もあると思います。その時のために僕はピクチャーフォルダ、要は写真が入っていくフォルダを丸ごと Amazon フォトズと連携してるんですよ。で僕の場合Amazon プライム会員に入ってたりするので、 Amazon プライム会員に入ってるとその Amazon フォトズって無制限のストレージ使えるんですよ。なのでもうこれはねインストールしたらすぐ設定ができるんですけども、 Amazon フォトズをインストールして、で僕のピクチャーフォルダと同期してれば写真のローも含めて全部バックアップが取れてるという感じになっています。なので、ある程度古くなった、半年1年以上前の写真っていうのはもうパッと
パソコンから消してしまって、そしたらいつの間にか Amazon フォトズの方にも上がってくれてるという形になっています。でこっちのね Amazon フォトズは僕はねもうバックアップに使っちゃってるので、友達と写真を共有する、そういう時には実は Google フォトを使ってます。 Google フォトの方がなんかアルバムの管理がちょっとしやすいかなっていう風に僕は思ってるので、自分で現像した写真編集をしたデータっていうのをアルバムごとに、Google フォトに保存して、それを妻だったりとかデータを一緒に見たり共有したりしているという形になります。ケイスケの動画。はい、ということで僕のデータ管理についてご紹介してきました。本当にスピード重視なら SSD だし、保存性のことも考えて HDD に終わった後のデータは入れてるという形で管理しています。基本的にはサクッとくるんで、僕はどっちも Amazon で買ってるんですけども、ちょうどね今プライム感謝祭っていうのがやってて、先行セールが10月4日からで、本番のセールが10月の7日から10月10日の23時59分まで、日付が変わるまでという形でセールをやってて、ちょうどねこの 4TB の SSD がセールになってます。僕はだいたいこの Amazon のセールが来るたびに、年に2回ぐらいこうやってね買い増しをしてるんで、こういうセールのタイミングでぜひ賢く買っていただけると嬉しいなと思います。今回ご紹介したアイテムも含めて僕のねストアフロントの方にも、まとめておりますので、ぜひ気になる方はそちらもチェックしてくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画がいいと思ってくださったら高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。